この人ですよ。だからもう超ベテランっちゃベテランなわけです。これですよ。以前も紹介した絵なんですが、アエミリウス・パウルスさんです。ついに、今回のクライマックスである関連の戦い勃発するわけですが、ここへ、行くぞ、手加減はしない。なんて感じでワロの指揮するローマ軍や、どうやら、ここまでのようです。ごきげんよう、世界史の時間です。ついに第二次ポエニ戦争最大の山場である関連の戦い始まります。はい、というわけで前回までのおさらい。この今ちょろちょろ流れているのが主な川で、前回ハンニバルがアルプス越えてこのガリア・キサルピナ、ポー平原とも言うけれども、今で言うとロンバルディアですね、この辺りにやってきた。でもってその主だった川ですね。でこっち側のアルノ川、ルビコン川がちょうどこのラインがイタリア本国と外国、属州と言ってもいいけれどもとの境目。こっからこっち側ですね。こっち側がイタリア本国、ローマの本拠地ということになります。いっちゃいくか。父スキピオ、大スキピオのお父さんですね。やられちゃいまして、知らなかったけどね。これがティキヌスの戦い。アルプス越えてきて、ハンニバルが最初にローマとガチンコやったのが、このティキヌスの戦いだったわけですね。そして、これは次、センプロニウス・ロングス。これもやられちゃった。これがトレビアの戦い。2連勝、ハンニバルですよ。2連勝。そして、どうしたもう終わりか。ハンニバルついにイタリア本国へと侵入します。これを迎え撃つのがガイウス・フラミニウスですが、トラシメヌス湖畔の戦いでなんと待ち伏せに遭い全滅するという。こうしてハンニバル初戦3連勝を飾りまして、まさに無双を現出するわけですね。というわけでローマ、ハンニバルに対して3連敗しちゃったわけなんですが、緊急事態ですね。というわけで、コンスルよりも権限の強いディクタトル、独裁官を任命するということになるんだけれども、本来だったらばコンスル2人いて、これがディクタトルを任命します。でもフラミニウスは死んじゃった。で、もう一人のゲミヌスはハンニバルを挟み撃ちにしようとしてアドリア海の方にいたんだけれども、これも今のところ連絡取れません。というわけで元老院が異例中の異例人事なんだけれども、元老院がファビウス・マクシムスという人をディクタトルに任命することになります。実はこの人ね、ハンニバルがサグントゥム包囲戦やって、それに抗議するためにカルタゴへ赴き、そしてその勢いのままカルタゴに宣戦布告しちゃった人なんですね。この人ですよ。だからもう超ベテランっちゃベテランなわけです。真ん中にいるこの人ですね。ファビウス・マクシムスです。さっきも言ったけれども、ハンニバル強すぎだ。無双なわけだよ。なので、正面切って戦ってもちょっと勝てそうにないなと。今のそのローマの将軍たちでは、いや、ローマの将軍たちが弱いわけじゃないんだって。ハンニバルが天才すぎるわけだよ。というわけで、ちょっと持久戦に持ち込みましょうと。ハンニバルは敵地にいます。そしてなかなか補給ができない状況にいます。だからなんとか周りをこう囲むような感じでね、補給ができない、つまり略奪がなかなかやりにくいような状況を作りながらじりじりと弱らせようというふうに考えたわけですね。このファビウスの消極的戦略、後にファビアン戦略なんていうふうに呼ばれるようになるわけなんですが、ちょっと話がそれてしまうんですが、1884年、2000年以上後の話になっちゃうんだけれども、19世紀後半ですね、イギリスでフェビアン協会っていうのが設立されています。このフェビアンが実はファビアンなんだよ。これのイギリスなまりっていうのかな。社会主義集団です。ただし、社会主義っていうのは本来、暴力革命といってね、まさに暴力によって強引に王様とか、それから金持ちとか、支配者階級ですね、彼らから権力や財産などを奪い、強引に世の中を平等にしてしまおうという考え方です。社会主義っていうのは世の中を平等にしよう、そういう国を作っていこうという考え方です。だけれどもフェビアン協会はこの暴力とか革命に頼らないで、議会政治、話し合いによって社会主義を実現させようというふうに考えた、そういう集団なのね。まさに直接的な全面対決、暴力ではなくって、時間はかかってしまう、遠回りになっちゃうかもしれないけど、まさにファビアン戦略ですね。これによって
穏やかな形で社会主義を実現しようと考えたわけですね。設立したのはバーナード・ショー、そして論理的な指導者はウェッブ夫妻なんていうふうに、一応書いてはおいたんだけど、ここ詳しくやっちゃうと本当に時間なくなってしまうので、いつか19世紀後半だって何年後になるのかな。まだローマの話してんだもんな。でもいつか必ずこの話もしていきたいと思います。緩和9大。本当はね、ハンニバルはローマ軍とガチンコやって一気に型をつけたいわけですよ。だけれどもファビウスさんはそれ乗ってくんないわけですね。つかず離れずずっとまさにストーキングっていうんですか、ストーカー行為をずっと続ける。そして略奪のためにハンニバル本体ではなくって一部、1000人ぐらいかな、数百人かもしれないけどが本体から離れて略奪行為をしようとすると、そこを襲ったりするわけですね。やりにくい。しかもハンニバルが通ろうとするその先に回っていって、そこで村々を焼き払うなりして略奪ができない、まさに焦土作戦っていうんだけれども、そうやって補給ができないような形、そしてハンニバルが求める決戦には絶対に持ち込まないいうような形でじりじりイライラさせるような、そういう戦略に打って出るわけですね。一方カルタゴ本国なんだけれども、本当はハンニバルに援軍を送りたいです、うまくいっているから。だけれども制海権はローマが握っているわけですよ。どうやっても大軍をイタリア本国へと、イタリア半島へと送れない。その前に一気に襲われちゃうわけですね。だからカルタゴとしても動けない。だからハンニバルはイタリア国内っていうのかな、イタリア本土でなんとか略奪で補給を続けながらどっかチャンスを狙って決戦に持ち込みたいと思っていたわけです。でもファビウスはそれに乗っかってくれないと、じりじりと追い込まれていくことになります。でもね、ローマ人って基本的に野蛮人じゃないか、血気盛んなわけですよ。血肉に飢えているわけですよ。だからこんな生ぬるいやり方はとても不評だったわけです。なのでファビウスさんはクンクタトル、ノロマとかグズなんていう意味なんだけど、なんて呼ばれてバカにされちゃうわけですね。いい加減にしろ、お前らがやめちまえっていうことだな。独裁官なんかにはふさわしくないと。それでね、結局独裁官って半年の任期で終わってしまうので、ファビウスさんはクビっていうことになってしまいます。そこで新たに熟練のアエミリウス・パウルス、この人実は前回出てきてる。前回だったっけな、前々回だったっけ。あともう一人がテレンティウス・ワロっていう人だったんだけれども、この2人がコンスルに任命されることになります。特にアエミリウス・パウルスなんだけれども、この人覚えているかな、第二次イリュリア戦争の時あっさりとこれを鎮圧しちゃった超ベテランの有能な軍人さんなんですね。これに対してワロの方はまだ全然実戦経験の浅い若造なんだけれども、これですよ、以前も紹介した絵なんですが、アエミリウス・パウルスさんです。なんかここでやばそうな状態、これから死にますよっていう状態なんですが、この絵以前も紹介した絵ですね。この人がアエミリウス・パウルス。もうこれで運命決まっちゃったのお分かりですね。パウルスとしてはね、ちょっと様子見ようと、ファビウスの戦略、ファビアン戦略ですね、これでしばらく様子見た方がいいよというふうに言うんだけれども、ワロの方は血気盛んなわけですよ。みんな求めているんだ、決戦を。ローマの人々は求めているんだ、とっととやっちまおう。軍勢で言ったら圧倒的にローマの方が有利なんだからと。今やらないでいつやるんだなんていうことを主張するわけですね。コンスルが2人いて、同じその戦場にいて指揮を取るときっていうのは1日交代でやるらしいんだけれども、ワロは自分がその指揮を取る日になったとき、ついに決戦を実行してしまうわけです。これが前216年8月に勃発したいわゆる関寧の戦いってやつですね。ローマ軍は歩兵が6万4000プラス騎兵が6000です。これに対してハンニバル軍は歩兵が4万、3分の2ぐらい。これに対して騎兵は倍近くあります。1万いました。さあどうなるんでしょうか。はい、ついに今回のクライマックスである関寧の戦い勃発するわけですが、イタリア半島もかなり南の方でアドリア海の沿岸、ここもアドリア海ちょこっと見えるの分かるかな。畑がガーッとあるでしょ、たくさんあるでしょ。もうまさに平たい草原地帯、平原地帯だったんだろうね、当時はね。いや、畑だったのかな、昔から。とにかく肥沃な大地です。平らです。ここにハンニバルは軍を展開したわけだな。
ここへ行くぞ。手加減はしない。なんて感じでワロの指揮するローマ軍やってきました。ローマ軍真ん中厚いです。重装歩兵部隊ですね。これで一気に中央突破を図る、いつものローマの戦い方なわけなんだけれども、ハンニバルもこれを分かっているから真ん中重装歩兵です。ただこれ弓なりになってるの分かるかな。真ん中がちょっと前に出ていて両側が下がっている感じ。ハンニバルはこの重装歩兵部隊を指揮します。そして両サイドにどちらも騎兵部隊がいる。ただしハンニバル軍の方が騎兵部隊は多いです。こっち側の方確か6000から7000ぐらいいたはずで、こっちが4000から3000ぐらいなんて感じで分けてる。こっち側の方が少ないんですね。こんな感じで激突するわけですな。まずは騎兵部隊がぶつかります。そんな、まだやられるわけには。なんとパウルスやられちゃうんですね。圧倒的にハンニバル側の方が騎兵部隊多かった。これによってパウルス軍もうやられちゃうのっていうぐらい、もう初戦でパンとやられちゃうらしいな。この後どうなったのか。当然ながら騎兵部隊はワロに向かっていくわけです。そしてワロも圧倒的なその戦力差によってなんと逃げていってしまいました。パウルスはちゃんと死んだって言い方はちょっと失礼かもしれない、ひどいかもしれないけれども、ワロは逃げたんですね。そしてパウルスはこの時戦死しています。このさっき見せたあの絵の状態になったわけなんだけれども、一方歩兵部隊はガンガン押されて、わかるかな、中央が逆に下がって、これ意図的に下がっていく作戦通りなんだけれども、逆に弓なりになっているでしょ。そこにローマ軍は殺到してだいぶ重なり合っているのわかるかな。これハンニバルの計画通りです。全力で戦うのがせめてもの礼儀か。どうやらここまでのようです。こんな感じでいつの間にかがっちりと周り囲まれているんですね。圧倒的に兵力はローマ側の方が多かった。でもいくら多くてもね、戦えるのってこの表面の部分、表面って変な言い方だけれども、ハンニバル軍と接しているところだけなわけですよ。完全に真ん中によって殺到してしまったので、真ん中はいくらたくさんいてももう戦えないんですね。周りローマ軍に囲まれちゃっているから、同じ味方のローマ軍にっていうことだけれども、もう完全にこの状態でパニックになってしまって、押し合いへし合い中央へとローマ軍は真ん中へ寄っていってしまった状態になって、真ん中の方では味方の軍に押しつぶされて、いわゆる圧死してしまう兵隊も出てくる始末。もうこうなってしまうと何もできないね。あとはハンニバル側の殺戮ショーが始まります。なんて感じでね、この状態ですよ。パウルスはずっと前にもうお亡くなりになっちゃってるわけなんだけど、騎馬隊の戦いで。だからここに馬いるわな。で、こっちの土煙上がっているわけだけれども、まさにこれが観念の惨劇。6万の死傷兵、そして1万の捕虜、ローマ軍壊滅しました。こうしてハンニバルの予定通り理想的な完璧な包囲殲滅作戦成功したわけなんだけれども、これ今でも軍の士官学校の教科書には理想の包囲殲滅作戦として載っているそうですね。それはそれとして、この時の戦いで80名の元老院議員が死んでいます。元老院議員全部で300人だったので、4分の1がこの時に失われてしまったということですね。さっきもちょっと説明したけれども、ワロは逃亡に成功しています。そしてまんまとローマまで逃げ帰っています。ローマでは戦闘で逃げ帰ってくることは別に名誉を毀損することではなかったようなので、ワロはよく戦ったと歓迎されたそうです。どちらにしろ、もはや新兵2万ぐらいしかローマには残っていません。完全に丸裸になったと言えるでしょう。一方カルタゴ側は損失約6000です。そのうちの4000がガリア兵だったそうです。というわけでローマほぼ丸裸です。
ここでハンニバルが首都ローマを直接攻撃すれば多分ローマ滅びていたんじゃないかと多くの専門家が言っています。私もそんな気がします。でもハンニバルはやらなかったんですね、この直接攻撃。部下からも相当せっつかれて、なんで今やんないんだと、今やんないともうチャンス二度と来ないよとせっつかれたようなんだけど、堅くなにハンニバルは直接攻撃やりませんでした。だからね、部下からは、神々はただ一人の人物に恩寵を独占させはしない。あなたは勝利をつかむことはできる人だが、勝利を利用する術を知らない。なんて言われちゃうわけですよ。確かにその通りだったかもしれない。でもね、この関連の戦いの後、ついに同盟士がいくつか離反していきます。イタリア第2の都市、ローマに次ぐ第2の都市であったカプアがまずローマから離反してハンニバルと同盟を結びました。そうするとカプアに続いて、例えばサムニウム人とかルカニア人とか、結構ローマのことを快く思っていなかった同盟種族都市がポチポチっとこう離反していくんですね。主にイタリア半島南半のどちらかというと最近ローマに組みするようになった属国になっていったところがローマから離反していったようです。だけれどもほとんどの同盟士はローマとの同盟を維持していたようですね。これがハンニバルの大きな誤算だった。一方、イタリア半島の外でも大きな動きがあります。前215年って、つまり関連の戦いが終わった翌年なんだけれども、アンティゴノス朝マケドニア、第二次イルリア戦争の時にもちょっとだけ紹介したんだけれども、王様はピリッポス5世と言います。彼がなんとハンニバルと同盟を結んでローマに刃を向けることになるわけですね。前214年、またその翌年のことだけれども、第一次マケドニア戦争が勃発することになります。加えて同じく前214年、なんとシチリア島のシラクサがローマを裏切ります。元をたどれば第一次ポエニ戦争のきっかけ作ったっていうのはこのシラクサだったんだよね。これがローマを裏切ることになるんですね。さあどうなるんでしょうか。さらにカルタゴ本国もついに本腰を入れてちょっとハンニバル応援しようかなっていうことになります。増援派遣を決定するんですね。ただし制海権はローマに握られているので軍艦たくさん出せません。なんとかこっそりハンニバルに騎兵ちょこっと、あと象さんですね、戦象30頭を送ることに成功しました。はい、というわけで外国に目を向けてみましょうか。今キラキラっていったここのところがカプアです。イタリア半島第2の都市、ローマに次ぐ第2の都市でした。ここが離反してハンニバル側についちゃった。そして緑色で示したところ、この辺りがアンティゴノス朝マケドニア。ピリッポス5世の時代に急速にその勢力を伸ばしています。でもってこの辺りにある黄緑色のところ、ここギリシア人の住む地域だけれども、このピリッポス5世の勢いが激しくってマケドニアに従属しちゃった地域ですね。だからギリシア人にとってはピリッポス5世目鬱陶しいななんていうふうに考えていたわけですな。一方こっちの青いところ、ここがシラクサがローマに認められていた領域っていうのかな、縄張りだったわけなんだけれども、このシラクサがローマを裏切ったということです。ちなみになんだけれども、この黄色いところがイリュリア王国、そしてピンク色のところがローマの勢力圏です。第一次イリュリア戦争の時にこっち側についに共闘砲を構えた。そこまで前回言ってるかな、そのイリュリア戦争の話の時にやったんだけどね。はい、関連の戦いによってハンニバルは完璧な理想的な包囲殲滅作戦を成功し、一方ローマは決定的な致命的な敗北を喫してしまいました。そしてもうほとんど兵隊残っていません。言ってみれば丸裸な状態になってしまったわけです。今回の話いかがでしたでしょうか。面白かった、ためになった、そう思ってくださった方はチャンネル登録忘れずにお願いいたします。作っている本人とても喜びます。それはそれとして、次回ここまで
イタリア半島の外はどうなっていったのか、アンティゴノス朝マケドニアとか、シラクサが裏切ったっていう話もあるんだけれども、例えばヒスパニアなんかどうだったのか、なんていう話も含めて、関寧の戦いまでどういうような状況、外国で進んでいったのか、そんな話をしていきたいと思います。乞うご期待。ごきげんよう。さようなら。